今回はネドジュンさんのお金に対する思い込みを外す方法についてご紹介します。心理学には、私の中には一人の私だけでなく、様々な私が存在するという考え方があります。例えば、やろうと思っていたのにできなかったという経験、誰でもありますよね。三日坊主になってしまうのもその典型です。こうした矛盾や混乱は実は当たり前のこと。これが私と思っている一人の私ではなく、やろうの私、やらないの私など、複数の私が心の中に存在しているからなのです。お金に関しても同じです。お金があったら幸せで楽しいなぁと思っている一方、お金は汚いもの、お金があると苦労すると感じている自分もいるかもしれません。これがお金に対してアクセルとブレーキを同時に踏んでいるような状況になっています。でも、それを責める必要はありません。ではどうしたらいいのでしょう。思考に意識が振り回されていると、私という意識は孤独になります。でも実は、私は一人ではありません。左脳や右脳、細胞、お腹にもたくさんの意識があって、たくさんの小さな主語、私が存在しているんです。ですが現代社会ではこれらを全部一人称の私に被せてしまい、それぞれを見分けられないようにしてしまっているのです。例えば、今年は毎日歩くぞとお正月の誓いを立てるのは一人称の私です。でも翌日からそれ以外の私がめんどくさいからやらないと判断し、これまでの私でいいと反発する。お正月の誓いが守れないのは、そういうところに原因があるのではないかというのが私の憶測です。つまり、私は一人ではないのです。たくさんの意識が働いている。なのに私たち意識は一人称の表面上の私のままです。あんな失敗したのも、こんな失敗したのも全部私のせい。今朝寝坊した私、早く寝ればいいのに眠れなかった私。でも本当は無意識の私がゆっくり休まないと病気になるよという働きをして寝坊させたのかもしれません。そんな風に守ってくれている他の私がいる。働けなくさせたり、朝起きられなくさせたり、人と笑顔で話させなくさせたりと、現代社会ではうまくいきにくい働きかもしれないけれど、睡眠科ではもっと睡眠とって、エネルギーを使わずに今日は休んでいいよ、無理はやめようというアドバイスを込めて作用している私もいるのではないでしょうか。なので、すべてを一人称の私の中に組み込み、朝起きられなかった私、仕事で失敗した私、笑顔になれない私なんてほんとダメなやつだ、としているのが今の私たちではないかと思うのです。右脳ベースになる、つまり意識を思考ではなく身体に向けていると、そんな風に支えてくれているたくさんの私が一つ一つに分類されていく感じなのです。左脳の機能意識、右脳の機能意識、お腹の機能意識、細胞の機能意識というように、思考に意識が振り回されていると、私意識は孤独になります。でも、身体の神経や感覚と意識がつながっていると、私という存在の中には小さな機能意識や無意識がたくさんいて、協力しながら生きているのだと自然に分かってきます。
私自身は今、チーム私として生きています。変容のすべての段階でもそうですが、チーム私になると、一歩下がって聞くという態度が大切になってきます。思考は自分が何でも知っていると信じたいので、あらゆることに答えを当てはめていきますが、答えがはまってしまった疑問に、他の機能意識たちは異論を挟むことができません。なので、答えの部分が空白のまま、わからないままでいるのが、チーム私になるコツです。最初は結構難しいかもしれません。自分の持つ様々な信念に対して、本当にそうじゃないかもよ、と常に軽い疑問の声を向け続けていきます。それではここで、豊かさを受け入れられる脳にゆっくり書き換わる質問をしていきます。これを繰り返すことにより、ゆっくりと変容していきます。だんだんとあなたの脳の中で配線が変わり、新しい感覚に目覚めていきます。楽な姿勢でゆっくりと呼吸をします。目を閉じて肩や首の力をふーっと緩めます。お金について考えたとき、どんな言葉や観念が出てくるでしょう。その時あなたの親が何と言っていたでしょうか。思い出してみてください。そうは言ってもお金持ちってに続くネガティブなセリフは出てきますか？お金に関して自分を脅かす声が聞こえてくるかもしれません。その声は本当にあなたの声でしょうか？お金イコール悪いもの、怖いものは過去のどこかで刷り込まれたブロックです。今はただそれに気づいています。家に1億円あったらどうする？この問いに最初皆さん驚いてしまいます。でも自分の感覚が変わってくると、埃がかぶるから風呂敷でもかけておこう程度のものに変わっていきます。感覚がライトになっていくのです。10億円あったらどうでしょう。最初もこれもドキドキしてしまいますが、徐々にやはり先ほどのように風呂敷でもかけておけばいいという感覚に変化していきます。少しずつ金額を上げていくと、今どんな抵抗で感じているかのバロメーターになります。ダメな私が顔を出してもがっかりしないで。あなたの中にたくさんのあなたがチーム一丸となってあなたの人生を生きています。どんなあなたも大事なあなたです。責めることなく、
今はこの私が出てきているだけと優しく接します。ただ気づいています。ものすごくお金持ちになったイメージをします。どんな感覚がしますか？お金持ちになると悪い人が寄ってくる。裏で悪いことをしていないか。お金は汚い。持っていてもすぐなくなる。という不信感や不公平感、諦めなどの声が上がってきますか？その声の持ち主が誰だかわかりますか？何かの記憶と結びついたりしましたか？その声に聞いてみましょう。あなたから見て、私って何歳に見える？そのお金が安全だったらどう思う？できそうであれば対話してみましょう。この声はあなたをまだ子供だと思っていることが多いです。私はもう大人になっていろんな経験をしてきているので心配してもらうことはないんだけど、どう？と聞いてみます。その声に、あなたが心配してくれるのはわかるし、ありがたい。でも、今の私はもう大丈夫。安心して見守ってね。などと話しかけ、少しずつ後ろへ下がってもらいましょう。溢れる豊かさに反対したり、心配する声に向き合って、どんなことを感じましたか？お金に対する感覚は何か変わりましたか？どうだったでしょうか？この問いかけを繰り返していくと、徐々にお金や豊かさに関する感覚が変わっていき、あなたの現実が動き始めます。